方の突きをやってる時に楽になってないかということなんです。さっきまで立ち方の稽古やってて多分クタクタになったじゃないですか。姿勢の練習がなんできつかったかっていうと、筋肉が収縮しっぱなしだったからじゃないですか。それが抜けたらやっぱり威力は出ないんですよね。衝撃が跳ね返ってきた時にはもう力が入ってないといけない、もしくは瞬間的に入るか。瞬間的なパッっていう突きに関してはもう準備ができてないといけない。呼吸も合わせてしっかりできてます。で、あとは手が飛んでいくだけ。ずーっと同じ状態。今日はこのダンベルも使ったトレーニングを紹介していきます。こんにちは。今日はですね、全身が一つにまとまって強い打撃を打つために大切な全身のつながり、強くするための体幹の奥深くを絞り上げるように鍛えることができるとっても効果的なトレーニングをご紹介したいと思います。変わった体への刺激を与えるトレーニングになります。パンチやキックに限らず、どんなタイプの力を出すにしても、とにかく爆発的なパワーを出すことにはとっても役に立つトレーニングですので、スポーツやってる方であっても、健康目的の方も、ぜひ取り組んでみてください。トレーニングの強度、何段階かに分けて、紹介していきますので、自分に合った強度のトレーニングを取り入れていただければいいかなと思いますので、チャレンジしてみてください。はい。では早速始めていきますが、今日やるトレーニングというのは、全身の結合、つながりを強くする、鍛えるということで、具体的にはどこを鍛えていくのかというと、人の体の背骨の周り、もう体幹の奥深くですね。ここをぐっと固定するための筋肉です。一般的にね、コアトレーニングって言って体幹トレーニング、腹筋や背筋を鍛えて、コアが強くなれば、いろんなスポーツに役に立つ。パワーを出す上で効果的ですよというのは、もう誰しもが常識のように話していることなんですけれども、体幹と一言で言っても、いろんな筋肉があるわけで、終鉄で特に大事としているのが、背骨の本当に周りの筋肉なんです。あらゆる、スポーツだったり格闘技だったり、力を出すにしても、力を受けるにしても、どちらにしてもですね、上からこういうふうに力が加わるっていうことはあまりなくてですね、例えばパンチであればパンチでもドンと打った時に、その反発っていうのが、こういうふうに返ってくるわけですよね。こっち側に対して強い力を与えれば与えるほど、作用反作用ですね。こういう力が返ってくるっていうことですね。あらゆる技がそうなんですけれども、このパンチほど分かりやすいものじゃなかったとしても、相手のね、腕を組んで下に崩す動きだったり、組んで投げ飛ばす動きだったりとか、いずれにしても人の体にはですね、前後だったり左右だったり、骨の並びの通りにドンと力が加わるっていうのがあんまりなくてですね、こういう風に揺らされる力がすごく働くんですよね。何かに力を加えるっていうのは必ずそういう風になると。前後左右に対してしっかりと安定していられることが強い力を出す上では必須なんですけれども、この構造を見てもらうとわかる通り、特にですね、上半身に前後左右の力が加わった時に、背骨周りというのはですね、背骨が一本あるだけで、非常に弱い構造なんですよね。この背骨周りを骨盤から溝落ちぐらいまでの間のこの箇所をぐっと固定するっていうのはものすごく難しいことなんです。ここを固定をしようと思って、腹筋とかね、背筋とか胴回りの筋肉をどれだけ固定しようと思ったとしても、この背骨周りの遊びがあると、ここら辺がゆるゆるしてると、実は全然、ぐらついてるんですよね、背骨っていうのは。で、この背骨周りのぐらつきっていうのは、皆さんほとんど自覚することができていません。腹筋締めたり、背筋固めたり、腹圧張ったりすると、ここはね、硬く固まっているわけなんで、これでね、しっかりと胴体周りが安定してると思ってるんですけれども、試しにですね、しっかり踏ん張って立った状態で、例えば横からでもいいですし、前からでもいいですし、体を
にちょっと力を誰かに加えてもらってみるとわかるんですけども、かなりぐらつくはずなんです。前後左右から押されて、ピクリとも動かないっていう風なことができる人っていうのは多分ね、ほとんどいないと思います。どれだけ鍛えてる人でも、ぐっと踏ん張って立ったとしても、もう数センチぐらいはぐらっとぐらつくわけですよね。この数センチぐらつく。これは当たり前じゃないかと思うかもしれないですけれども、例えば、パンチを打つにしても、相手を組んでぐっと瞬間的に力を加えるときに、自分が力を加えても、その数センチの反発を抑えられないような状態であれば、もうそれだけで威力っていうのは全然相手に伝わらなくなるんですね。本当にピクリともしない硬いものがぶつかった時というのは、ものすごい衝撃、威力が出るんですけども、人の体というのは、そういう風になかなかできない。例えば電信柱とかにね、ゴンとぶつかったら、とんでもない衝撃が、自分にバーンと来て、頭クラクラしたりすると思うんですけど、あれ電信柱が硬いからっていうのもあるんですけど、あの衝撃っていうのは、相手がピクリとも動かないから、衝撃が全部自分に返ってきてしまうので、かなりダメージを受けるわけですね。ほんの少しでも、ぐらつきがある体ですと、相手には大して伝わってなくて、で、本当にパンチの威力が出てる状態というのは、衝撃がですね、あんまり自分に返ってこないので、むしろ手応えがあんまりなくて、で、相手の様子見てると、あれ？思ったより効いちゃってるなっていう、こういう感じですね。そういう体を作るためには、背骨周りの安定が必要だと。この背骨周りというのがぐらつきがある部分なので、威力が出るための一番ここのぐらつきがネックになっていると。ここは全然まとめることができていない場所なんですね。で、ここを作り上げていこうというのが、終鉄でやっている体幹トレーニングの一番の目的なんですけれども、それができることによって初めて全身の力がまとまるということになります。で、例えばパンチの動作であったら、手先から、丹田のあたり、体幹にかけての、こういう返ってくるような運動連鎖の解説をこの間しましたけれども、足先からここまででもそうですね。地面を踏んでる力がしっかりここに返ってきてる体を作っておくというのはとても大事なんです。腕から力を出すにしても、足から体幹へのつながりっていうのも、これ全部がセットになってますので、パンチの時は上半身、キックの時は下半身ということではなくて、全部の動きが全部上半身、下半身、体幹というふうにまとまりが作れていないといけないというわけです。今からやるトレーニングは、特にこのつま先から体幹にかけての力のつながりを作っていくトレーニングになります。これができることによって、地面を踏んだ力がここまでしっかりつながる状態ができることによって、それが実現しているときには手先から体幹へのつながりというのも同時に実現しますので、下半身からここのつながりを作ることは手先から出る力をそのままパワーアップさせることにつながっていきます。では、まず一番簡単なものを紹介していきます。かかととお尻をこういう風に壁につけます。そして、このままですね、片足を上げる。これだけです。かかととお尻、壁についた状態で、こういう風に足を高く上げて保つだけです。壁に、背中をつかない状態で、この状態で足を上げても別に、何ら大変なことはありません。必ず壁にかかととお尻をつけた状態でやってください。そうしないと、この運動は意味をなさないことになります。で、何をやっているかというと、解説します。僕の体をよーく見といてもらうと、足を上げるに従って、ほんの少し上半身を後ろにずらしてるんですね。そうやって自然にバランスをとってるわけです。この足の重さが自分の体の中心より前にずれてこういうふうに重さがかかるので、体がこのままの状態だと、こういうふうに倒れそうになっちゃうわけですね。ですので、体が下がることによってバランスを取る。バランスが取れることによって足がスムーズに上げられると。これを壁を背にすることによって、上半身が後ろに下がってバランスを取るということができなくなるんですね。前に倒れそうなものを倒れないように踏ん張らなければいけない。
軸足のつま先が地面をぐっと踏んで、体が前に倒れそうになるものをこらえなければいけない。この力の働かせ方がとても大事です。この時につま先がしっかり力が入るためには、この背骨の周りの筋肉、奥深くの筋肉がぐっと収縮して、ここが安定しないと、つま先にうまく力が入れられないんですね。ちょっと上げて試すだけではわからないと思うんですけども、時間をね、長くやるんです。30秒なり、1分なり、1分30秒なり、ずっと耐えてみてください。そうすると、今僕が言ってる意味がわかると思います。もちろん、足のつま先踏ん張る力も必要ですけど、それと同時に体幹のね、何回、よくわかんないところがぐーっと疲れてくると思います。長い時間やっていくことによって、使われている筋肉っていうのが少しずつ感じられていきますので、まずこれをチャレンジしてみましょう。そして、これでは強度が低いなと感じた方、1分やっても2分やっても全然強度が足りないなっていう方は、例えばつま先がこういう風に体に近い状態だと強度が軽くなる。で、足が少し前に出ることによって強度が強くなる。前に引っ張られる力が強くなると。で、さらに強度を上げるためには、足を上げた状態で、そのまま両手を前に出してみてください。足を上げます。そのまま、ぐっ、両手をこういうふうに前に出します。で、同じように耐えます。一気に強度が上がって難しくなったと思います。これで、30秒とか1分とか、どんどん時間を増やしていく。もう体がね、前に引っ張られますので、ものすごくつま先重心になる。それに従って、かかとがね、ふわっともう浮いちゃうっていう風になると思うんですけど、これは問題ないです。かかとが浮いても別に構わないので、つま先に力を入れて、体が前に出ないように壁側にグッとつま先の力で押さえつける。どうやったらつま先にしっかり力が入るかというと、体幹がしっかり効いていることが大事です。これが、ステップ2ですかね。少し強度が上がったバージョン。さらにもっとハードにしていきたいなという方、次のステップ3に行ってみましょう。次のバージョンはダンベルとかね、重いものを使ってみます。例えばこれは1. 点何キロぐらいのダンベルですかね。両手に少し重いものを持って、ペットボトルとかでもいいと思いますけど、この状態で頑張ってみる。もうこれでかなり強度が上がります。こんぐらいの重さですけども、ものすごい強度が上がります。こうやって、ちょっと重さを足してみる。はい。じゃあ、どんどん行きましょうか。次はですね、ダンベルとかあれば、例えばこれは、重さが変えられるダンベルですね。今、これは16キロになってますけども、自分の体力に応じて変えてみてください。両足で、こういうふうに壁に立ちます。そして、このダンベルを握って、肘を伸ばしたまま、ぐーっと前に持ち上げます。たったこれだけです。これも体より遠い場所に重さがね、ここに荷重があることによって、もう体がこういうふうに引っ張られる。それを足先から体幹までの力で抑え込んで壁から離れないように頑張るということです。これね、ほんと5キロとかでもかなりハードになるので、できる重量から徐々に挑戦するようにしてください。これ今16キロですけども、壁も何もないところで上げるのは、なんてことはないですね。上がります。ただし今、僕の体がものすごく後ろに重心をスライドさせましたよね。こうやって重いものを持つときっていうのはバランスを取らないと人の体っていうのは安定して立っていられないんですね。重いものを持っても自分の体がぐらつかない場所というのを最優先で人の体は探すと。これを、壁を背にすることで制限してしまうという運動です。大事なポイントは、かかとを絶対に壁から離さない。壁からこういう風に離してしまうと、もう本当にわずか5センチとかでも全然効果がなくなってしまうというか、全然変わってしまうので、重い重量を持ちたいからといって、2、3センチかかとを前に出してみようと。そうするだけでめちゃくちゃ楽になってしまうので、絶対そうしないようにします。かかとをしっかり壁につけた状態でやります。これ16キロ、僕もね、これはかなりハードなんですけど、
こうして、あっしゃ。おー。こんな感じです。で、多分ね、こう、15キロとか16キロ上がる人はあんまりいないと思うので、5キロぐらいから挑戦してみてください。これ 5.5 キロですね。この辺から頑張ってみてもいいかもしれません。で、上がれば OK じゃなくて、ここでキープする、長い時間、キープするようにした方がいいと思うので、ピタッと止めて、例えば5キロで30秒、1分と頑張ってみる。で、1分くらい行くようになれば、少し重量を上げてみるとか。そういう感じでやってもらうといいかなと思います。で、このトレーニングをやっていくと、この体幹の奥深くがしっかりうまくこの背骨周りが締まることによって、つま先にものすごい力をかけることができるっていうことになるんですね。逆に、これは今は前に倒れそうなものを倒れないようにするんで、つま先ですけれども、逆にかかとでも一緒です。例えば、前からこういうふうに押されるときですね。この時は当然かかとが踏ん張るわけですね。後ろから押されているときはつま先、前から押されているときはかかとに瞬時に力が入って、その力に対して対応できないとぐらついてしまうわけなんですけども、じゃあかかとに力を入れようと思っても、これがね、本当に不思議なんですけど、体幹の筋肉がしっかり機能していないと、かかとに力入らなくて、ふわっと倒れてしまいます。こういうふうに、つま先にもかかとにも、臨機応変に力が入るためには、ここの奥深くの筋肉がとっても大切になるんですね。それはいつも言ってる、僕が特に大事と言ってる腸腰筋、大腰筋もそうですし、それ以外にもいくつか関連して働く筋肉がありますので、どこの筋肉を使ってとかいうことを考えるよりも、こうやって動きの中で感じて、使えるようになっていくっていうことが大事ですので、ぜひこのトレーニングを積んで体のつながりを強くして、あらゆる動きに超人的なパワーが発揮できるように皆さんも頑張ってみてください。以上です。ありがとうございました。